こんにちは、きこです。今日もインドからお届けします。今、さっき動画撮ってたら雨降ってきちゃったので、家の中で撮ってます。で、今日は、偽光現象っていうのかな、闇系の宇宙人のちょっと特徴であったり、偽光現象っていうのがさ、どういうものなのかっていうのをお話ししたいと思っています。そのようなやっぱりちょっと体験というかさ、この間のライブであったので、それをちょっと説明したいなと思っています。で、まず何があったかっていうことなんですけど、水曜日のこの間ライブね、参加していただいた方ありがとうございました。水曜日のねライブの中で、出産を陣痛が始まった方がいたんですよ。陣痛が始まって、もう病院行かないとみたいな感じになってたのかな。で、何分前から始まったのか分かんないんだけど、陣痛が始まったっていうのをチャットに書かれてて、でその、最初は多分30分間隔とかだったのかな。それがだんだんなんていうのかな、15分間隔、5分間隔、4分間隔みたいな感じでどんどんその、陣痛の間隔が短くなって、もうそれって生まれちゃいますから。でもその陣痛の間隔が短くなっていった時に、その人自身が病院になんか行かなかったり、なんかこうタクシー呼んだ方がいいよとかさ、みんなで考えたりとかして、いろいろチャット書いてくれて、みんながアドバイスをくれたりしたんだけど、でその人自身がなんか、本当なのかもしれないし、もしかしたらそのなんていう、ちょっと遊び半分でやってたらエスカレートしてきちゃったっていうことなのかもしれないけど、最終的に生まれたっていうところまで言ったんですよね。生まれた、そして息してないまで、本当かなみたいな感じなんですけど、でなんでそれが偽光現象とかちょっとこう怪しいなって思ったかっていうと、出産経験者だからね、私も3人産んでるから、多分さ、そういう時に最後までモバイル持ってる可能性あるけど、このアキコスピリチュアルのチャンネルにチャット書くかなっていう話ですね。そんな多分余裕は絶対ないはずなんですよ。そんな痛い時にもう焦ってこの子供を守るためっていうか、何とかするためにこのチャットよりも他のところに多分意識を向けていくんだと思うんですよ。だけどこの方の場合だと、だからそのチャットにその一部指示をずっとやっぱりこう書いてたから、ちょっとおかしいなって思ったところ、途中から思ったんだけど、で結構途中で気づいてる方って、あと最初から気づいてた方もいたんじゃないかと思って、でやっぱりさ、すごい優しいじゃないですか。みんな優しいから、すごい一生懸命その方を応援して、ヒヒフーとか光を送ったりとか、もう安産でありますようにとか、みんなで立ち会えるって素敵だねみたいな感じで、本当にこれが本当だったら本当素敵だなと思ったんだけど、ちょっと途中からあれっていう感じになったってことですね。でだからほとんど私自身はこのライブでやりたかったワークがあったんですよ。それが、アトランティスの、記憶を記録に切り替えるっていう、ワークをやりたくて、あとはその宇宙時代の記憶を記録に切り替える、特にトラウマみたいなやつを切り替えるっていう、結構ヘビーな切り替えを、たくさんの人数でやりたいなと思ってて、でそれをやろうと思ってたから、後々途中からやっぱちょっと妨害が入ってるんじゃないかなって思ったっていうことなんですね。そうで、これがだからすごいすごい優しい気持ちとか良心っていうの、そういうのを持ってる人を騙すパターンでもあるっていうことを、やっぱり、今回のそのライブの中で、学んだっていうことなんですけど、なんでかっていうと、なんて言うんだろう、まずそのチャットにね書き込んだりしないけど、なんかほとんどの人が、そっちの方にさ応援する気持ちとかになってる時に、自分のさ違和感がもしあるとするじゃない。違和感があっても、その違和感に蓋をねして、そっちの方を応援しなくちゃいけないのかなって、やっぱ人間って思いやすいと思うんですよ。10人いて9人の人がこっちの方を向いてる時に、すごいね、雨ね。そう一人だけ違うことをもやっとしてても、みんながこっち見てるからっていう感じでなんかやらなくちゃいけないって、すごいチャットもスピードがすごかったから、わーってなって、もうたくさんの人たちがそっちを見てるような感じになってたんですね。大丈夫、楽行くね。もういいよ、大丈夫だけど。心配できそう。ああ、そっか、ありがとう。今これちょっと話したいので、
そうそうそう、そういう感じになったので、なんかやっぱりそこに違和感があったら、やっぱりそこに対してその自分の感覚は合ってるっていうことなんですよ。でこういうなんか良心っていうのかなを結構今までの偽光現象ってやっぱ逆手に取るっていうことですね。だからこの方が悪いとかっていうよりも、この方のちょっとした遊び心で、遊び心っていうかいたずら心がだんだんエスカレートしてきちゃったんじゃないかと思ってて、そこにやっぱり結構闇系の宇宙人がふって入ってきたりするんですよ。そうなんかその偽光現象の特徴、私たちの良心を逆手にとって、要はそのワークができないようにもしかしたらね、何かの存在がやったのかもしれないし、そうでもほとんどの人たちがそっちの方に向いたら結局ね、そのワークが今日そのライブの中でできないですから、3000人4000人ぐらいの方との結構そのエネルギーが大きくシフトするものだから、そういうのが入ったのかなっていう感じですね。で、こういうのってすごい日常にあって、だから人間の情に訴えかけるものですね。情に訴えかけるものってすぐね、それでコロって動いちゃう人多いんですよ。かわいそうみたいな、泣いてる人がいたらもうすぐかわいそうとか、困ってる人がいたらすぐ手を差し伸べちゃったり、あとはよくあるのはね、動物とか病気の人、動物、子供、あとは何だろうな、社会的弱者みたいな人とか、ちょっとそうだね、障害がある人とか、なんかそういう人を困ってそうな人を前に置いて、で例えば献金みたいなことをして、ね、その人が困ってるからかわいそうだと思って募金したりするじゃないですか。でもその裏で結構その闇系の組織が動いてる可能性もあるっていうことなんですね。でそういうところは結構今までその闇系の宇宙人はそういうところでコントロールしてたり、大きい組織の中でね、そういうなんていうのかな、人の情に訴えかけて実はこう動かしてたっていうか、そういうのが結構あったんじゃないかと思うんですよね。信じられないですけど、でもその辺りがやっぱりあるんですよ。わかるかな。これがだから光のようでやっぱ偽物であるっていう。でそこに対してやっぱ見極めるのにちょっとこう自分自身の内側のざわっとする気持ち、ざわっていうか、なんかあれみたいな、こんなことあるかな、あれでもなんかこう蓋しちゃうっていうのかな、みんながそうやってなってると蓋しちゃう、違和感があっても蓋しちゃうんだと思うんですよ。だってほら、9人10人中9人の人がこっちの方向いてたら、私はこうだっていう風な発言をすることがなんかもういけないことのような気がしちゃったりして、このざわっとした気持ち、あれって思う気持ちに蓋しちゃうってことですね。そうで、こういうのってあるじゃないですか。これが本当に特徴として偽光現象で、やっぱ闇系の宇宙人につながってる可能性が強いってことですね。あと闇系の宇宙人のコントロールとか、裏でなんか変なことやってそうな感じがするってことですよ。で最近今日もだからそれが、私はそれでライブであったじゃない。であとは今日このさっき Facebook にも書いたんですけど、娘がこう YouTube を見てて、コロナで私の旦那さんがコロナになっちゃって、それで私の家は食べるものがないから、どうか私たちの家族を助けてくださいっていうのを訴えかけて、ものすごいなんていうのかな、寄付をされてる人がいて、でもうその金額もそうだし、いいねの数を見た時にすごいやっぱりそれに共感してる人たちがいたから、そこですごいこう募金もされてるんだろうなっていうことなんですけど、でこれでその娘がかわいそうだからその人に対してやりたいみたいな感じで言ってて、私なんかちょっとこういうのインド多いんですよ、こういう詐欺が。だからちょっと違うんじゃないかなと思って、旦那さんとかその周りの人に聞いたら、やっぱりそういう今詐欺がすごい多いみたいですよね。オレオレ詐欺みたいな、俺困ってるから助けてくれみたいな、全然困ってなかったとか。でもやっぱりそういうお金を儲けたい人みたいなさ、あとなんていうのかな、楽してなんとかしたいみたいな人がちょっとこうずる賢くなってねやってたりとか。でもさ、やっぱ人の情で動いちゃう人はすぐパッて動いて、でそういう人たちをだから知らずに支援しちゃうっていうか、本当にすぐ信じちゃうっていうことですよね。これがやっぱりそのインドですごい多いっていうことを今日見てて思ったので、なんかこうやっぱりすぐにさ動いちゃう人っているじゃないですか。あの
人の情に訴えかけるもので、涙流してる人がいたらパッて動いちゃう、動物が困ってたらパッて動いちゃうとか、なんていうのかな、社会的弱者の人がいたらもうパッて動いちゃう、もういても立ってもいられないみたいな。だけど、誰もが創造主であるから、すぐに動くっていうよりもやっぱりこう見守るとか、もちろんそういうお手伝いしたり助けるっていうことも大事だけど、やっぱある程度ちょっと調べるとかっていうのも大事なんですよ。なぜならこれが闇系の宇宙人のパターンであり、偽光現象の一つであるっていうことですね。でやっぱアトランティスの時代とかここら辺で巧みになんかね、アトランティスの時代だけじゃなくて今もそうだよね。だから巧みなんですよ本当にね。偽光現象とかそういう闇系の宇宙人って巧みで、だからそういう人間のことを知り尽くしてるっていうか、でそこでコントロールしてたり、お金とかを集めたり、その恐怖心で集めたりっていうことをやってるから、やってたんですよね。そうで、だからすぐに私たちも信じちゃうと思うし、なんかとにかく、助けたいとかさ、優しいこの良心ですよね。そういう気持ちを持ってる人ほどやっぱり騙されやすかったりすると、現実の中でもなりやすいと思うし、あとなんだろうな、やっぱすぐに、だから動かない方がいいと思うんですよ。すぐに動かない方がいいし、やっぱ考えるっていうことが大事だと思うし、あとはここに対してやっぱりこう蓋をしやすいじゃないですか。ちょっとざわっとした気持ちが自分にあっても、でもかわいそうな気がするし、みんなやってるからって動きがちなところだから、もしこういうようなことがあったら、偽光現象もあるっていうことだから、私がやっぱりこうやって支援をもししたいなって思うものがあったとしたら、やっぱり身近な人とか近くの本当に自分が目で見て分かるものとかに対してやったりするのはいいと思うんだけど、なんか得体も知れないものにすぐ飛び乗っちゃうのはやっぱ危険でもあるって思うんですよ。この時代って特に右往左往する時だからね。そうで、ここら辺はやっぱり今までのそういう両親に対する、両親ってね、優しい気持ちに対するやっぱりこうなんていうのかな、そこをうまく利用されてきたっていうところで、やっぱりそこに対してのやっぱりノーっていう強さを持ったり、そこに対して見極める、あとやっぱりその干渉しないっていうか、自分でやっぱりある程度できるからね。そこに対してやっぱり最善になるように祈るとか、とにかくすぐに動いちゃうタイプの人っていると思うんだけど、やっぱ騙されやすいと思うんですよ。でここにやっぱ闇系宇宙人の特徴がある、偽光現象の特徴があると思うんですよね。そうあるじゃないですか。いろんなのがそういうのってやっぱりあると思うから、ここをやっぱりもうノーっていうものはノーであったり、あんまり干渉しない、それよりもやっぱり自分のことをやることの方が大事だから、こういう情に訴えかけるものとか涙とかですぐ動いちゃう人はもうちょっとそのパターンは一回ちょっと止めた方がいいと思うんですよね。なんかさ、すぐに動いちゃう人っているんですよ本当に。情に脆いみたいな。だけどそこのやっぱ裏に何かがある、それで毎回利用されてるみたいなさことを繰り返してたら、もう明らかに学んでないってことだし、そのパターンで執着してるってことでもあると思うんだよね。なんかやっぱ人間って強いし、ある程度ドライさは大事だと思うんですよね。やっぱここも線引きじゃないけど、見守る、宇宙ってやっぱ見守るから、なんか見守って様子を見るとか、そういうのが大事だなと思ったって感じです。分かったかなそう、ここ本当にね、いい、やっぱね、ライブの時に本当にいい学びになって、だからそれで、なんていうのかな、レムリアの時もそうだし、アトランティスの時もそうだし、なんかこう宇宙時代の時もそうだし、とにかくこういうなんていうのかな、こういう巧みなところを利用されたっていうところがすごくあって、で結構それで抜け出せなくなってたり、本当に力出せなかったりってことがあるから、やっぱ嫌なものは嫌とか、自分の違和感に対してそっちをイエスって取れるように、自分が自分のことをやっぱりしっかりやるってことですね。あんまり外側のところにすぐ動いちゃったり、外側ばっかり見ない。なんかすごいそういういい教訓になったなと思うので、私も結構ねすぐ信じちゃうんですよ。だけどなんだろうな、信じなくなったかな最近はやっぱり。なんか結構いい人ですぐ信じたり、なんかかわいそうな人がいるとか思うと大丈夫かなとかさ、気になっちゃったりとか。
まあまあいい人なんですよねだけどやっぱ闇系の宇宙人がいるとかその特徴とかが分かってきた時にはもうまんまと私とか騙されちゃうタイプだなと思って、まあ、その辺りで学んできてるから、私はだからなんて闇系の宇宙人がいないっていうのをやるのももうまさに偽光現象なのっているんですよ。本当にいるのにいないって思い込んでたりするじゃん。ワンネスだしみたいな。でもなんていうのかな、すごい高次元の存在と闇系の存在って交われないんですよ。どう考えても交われなくて、交われないっていうことを認識することが本当のワンネスなんだなって、それが本当に許容するっていうことに、だから認める、闇系の宇宙人がいるとか闇を認めることによって本当の意味でのワンネスに本当になるんだよね。っていうところがなんか最近分かってきたので、まあ、よかったらね参考にしていただければいいんじゃないかと思います。もう何言ってるか分かんないかもしれないんですけどまあこの経験はねだってこのリアルタイムの今じゃないとちょっと撮れないなと思って今撮りました。ではまた撮ります。ではでは。